2026年のサッカーワールドカップ USA 開催の試合は NFL のスタジアムで行われます。 NFL のスタジアムよりもはるかに大きい10万人以上収容の8つのカレッジフットボールスタジアムランキング Google Earth 空撮ツアーです。まずはアラバマ州にあるアラバマ大学のキャンパスにあるセイバンフィールド・アット・ブライアント・デニースタジアムです。天然芝のアメフト専用スタジアム。1929年に建築されました。当時の学長さんの名前を取りデニースタジアムで開場。1975年から長らくアメリカンフットボール部を率いたポール・ブライアントヘッドコーチの名前を足しました。さらに2023年までヘッドコーチを務めていたニック・セイバンの名前も入れ、現在はセイバンフィールド・アット・ブライアント・デニースタジアムに。1929年に開場した時の収容は1万2000人でした。その後拡張が続き、1940年代には3万1000人、1960年代に6万6000人、1990年代に8万3000人に、2010年についに10万人を超す収容にまで拡張されました。もちろんアメフトチームも強豪校、18回の全米チャンピオン数を誇っています。ちなみに日本で人気のある映画「フォレスト・ガンプ」のガンプもクリムゾンタイドでプレイしていました。このスタジアムは長らく大学のフットボールチームの試合のみの使用で、他のイベントの使用はほとんどありませんでした。しかし2026年の4月にカントリー歌手のモーガン・ウォーレンがこのスタジアムでコンサートを開催。これは34年ぶりのこのスタジアムでのコンサート開催でした。アメリカンフットボールで試合で満員のスタジアムの様子はこんな感じです。収容人数10万119人。アメリカで7番目に大きなスタジアム、テキサス州オースティン、テキサス大学のキャンパスにあるダレル・ケイ・ロイヤル・テキサスメモリアルスタジアムです。アメリカンフットボールチームのテキサスロングホーンズは1893年に創部。現在のホームとなるメモリアルスタジアムは1924年にオープン。当時収容は2万7000人収容。こんな感じでした。2年後の増築で早くも4万人収容に、1960年代には6万人以上の収容に、2000年頃は8万人収容、2009年に10万以上の収容となりました。映像右に見える巨大なスクリーンは横およそ40メートル、高さおよそ17メートル、ゴジラトロンと呼ばれています。この巨大スタジアムで、ロングホーンズは4度の全米チャンピオンとなっています。このスタジアムも大学のフットボール専用スタジアム、テキサス州知事の就任式や卒業式での使用はありますが、コマーシャルイベントでの使用はほぼなく、コンサート開催は1974年に GG トップがメインとなったロックフェス、1995年にイーグルスの2回しかコンサート開催はありません。10万人の大観衆が詰めかけるとこんな感じ。2階席がえらい絶壁みたいに見えますが、実際に絶壁でアメリカで最も急勾配なスタジアムの一つと言われています。上の方の座席だと急な階段のため下半身強化のトレーニングになります。その分フィールドに近いので臨場感は上の方でも抜群だそうです。収容10万1915人。アメリカで6番目に大きなフットボールスタジアムはテネシー州ノックスビル、テネシー大学の東側にあるニーランドスタジアムです。ここまで紹介のスタジアムはすべてサウスイースタンカンファレンスに所属する大学のスタジアムです。1891年、明治24年に創部されたテネシー大学のアメリカンフットボール部、テネシーボランティアーズは6回の全米チャンピオンを誇ります。ボランティアーズのホームとして1921年に開場当時は西側スタンドのみで3200人の収容でした。拡張を続け1938年には3万人収容に、
1948年に4万6千人、1976年には8万人の巨大スタジアムに、1980年には10万人を突破しました。なおスタジアムメイノニーランドは1952年に亡くなったロバート・ニーランドヘッドコーチの名前を取ったものです。フットボール以外のイベントでは1970年ニクソン大統領をゲストに迎えたビリー・グラハムの伝道集会が知られています。1994年のサッカーの FIFA ワールドカップにはノックスビルが立候補、このスタジアムでの試合の可能性がありましたが、残念ながらノックスビルは選ばれませんでした。10万人のお客さんで埋まったスタジアムはこんな感じです。スタジアムはテネシー川のほとり、試合に勝つとスタジアム内から川のほとりから花火が打ち上げられます。サウスイースタンカンファレンス所属の大学のスタジアム4連続。続いてはルイジアナ州バトンルージュ、ルイジアナ州立大学のタイガースタジアムです。アメリカで2番目に長い川、ミシシッピ川の川岸に位置するルイジアナ州立大学の巨大スタジアム。10万2321人収容でアメリカで5番目に大きさです。1893年に創部されたフットボール部のホームとして、1924年、日本の甲子園球場と同じ年にオープンしました。オープンの時のタイガースタジアムはこんな感じ。この写真は開場当日に撮影されたものだそうです。当時の収容は1万2000人。1936年には早くも3万6000人の収容に、1953年には6万7000、1987年に8万人に、2014年に10万人を超えるスタジアムになりました。スタジアム名、大学のスポーツ部の愛称はタイガーですが、1930年代からキャンパス内で虎を飼育しており、大学のマスコットになっています。2015年までは試合の際にはスタジアムに虎が登場していましたが、いろいろ批判もあり行われていません。大学のフットボールのほか、2005年にはハリケーンカトリーナでホームスタジアムが避難所になったニューオリンズ・セインツがホームとして使用。コンサートでは2015年にテイラー・スウィフト、2022年にはガース・ブルックスなどがこのスタジアムを使用しました。10万人の大観衆のスタジアム、デスバレーのニックネームでも知られています。エンドゾーンのゴールポストにもご注目。クラシックスタイルの H 型ゴールポストを未だ使用。カレッジフットボールの最高クラス FBS の138校でわずか3校でしか使っていません。選手入場の入り口がポストの真後ろ、ポストの下を選手がくぐって入場するため H 型ポストを続けているそうです。映像はぐぐっと上昇。赤い屋根の建物はすべて大学のキャンパスの建物です。またもサウスイースタンカンファレンスの大学のスタジアム5校連続です。テキサス州カレッジステーションにあるテキサス A&M。日本ではしばしテキサス農工大学と表記されています。1876年、明治9年の大学創立、3回の全米王者となるフットボール部は1894年の創部。大学の愛称、アギーズはアグリカルチャーという単語由来です。カイルフィールドは1905年、エドウィン・ジャクソン・カイルにより作られました。会場当時は小さく、収容もわずか500人でした。1925年のカイルフィールドはこんな感じだったそうです。拡張工事でどんどん大きくなります。1929年までには収容は3万人まで拡張。1967年におよそ5万、1980年におよそ7万。2013年に始まった拡張工事で収容10万を超えました。現在の収容は10万2733人。アメリカで4番目に大きなスタジアムです。南側エンドゾーンの三菱製の巨大ダイヤモンドビジョンは2006年の取り付け当時は大学施設の映像機器としては全米2番目のサイズ。
世界でも10番目の大きなビジョンでした。フットボール以外のイベントでは、サッカーでは2026年アルゼンチン対ホンジュラスの親善試合にメッシ欠場でしたが9万人の観衆が、コンサートでは2024年カントリー歌手のジョージ・ストレイトが11万以上の観衆を集め、アメリカの有料コンサートの当時の最多観客動員数を記録、話題になりました。最後に大観衆で埋まったカイルフィールドです。アメリカで3番目に大きなスタジアムはビッグテンカンファレンス所属オハイオ州立大学の南側に位置するオハイオスタジアムです。収容10万2780人。ホームとするアメフトチームオハイオステートバックアイズは1890年明治23年創部9度の全米チャンピオン。バックアイとはオハイオ州の木、土地の木のことです。スタジアム上空、馬の蹄鉄に似ているデザインでホースシューのニックネームもあります。1922年、大正11年に6万6000の巨大スタジアムとして開場しました。完成間近のスタジアムはこんな感じでした。当時コンクリートの建築物としては世界最大でした。1948年にはおよそ7万9000人に拡張、2001年に10万人以上に拡張されました。長らく照明設備がないためナイトゲームはあまり行われず、ナイトゲームの場合、臨時の照明設備で試合を行っていましたが、2014年の改修で照明設備が常備設置されました。バックアイズの試合以外では、メジャーリーグサッカーのコロンバス、クルーが3シーズンホームに、スタンドは大幅に閉鎖され収容2万5000人ほどに制限されての使用でした。イベントでは2026年5月20日、ブルーノ・マーズのコンサートは10万2000人もの観衆が集まりました。他、メタリカ、ピンク・フロイドなどがこのスタジアムでコンサートを行っています。アイスホッケーの開催もあり2025年、地元コロンバスブルージャケッツとデトロイトレッドウィングスの試合は9万人を動員しています。オハイオスタジアムと大学のキャンパス前景です。そして試合の日のスタジアム、ちょっと空席が見えますがまだ試合前のウォームアップの時間帯です。アメリカで2番目に大きなスタジアム、ビッグテンカンファレンス所属のペンシルベニア州立大学、ペンステイト・ニタニー・ライオンズのホーム、ビーバースタジアムです。フットボールチームは1887年、明治20年の創立。ここまでご紹介のスタジアムは長い歴史のあるスタジアムが続きましたが、ビーバースタジアムは割と最近、とは言っても1960年開場です。映像は古く、現在は2027年シーズン開幕を目指し、700ミリオンドルにもなる大改修工事が行われています。2度の全米制覇を誇るニタニー・ライオンズ。ニタニーはペンシルベニア州にある山の名前。かつてこの山に生息していた山ライオンがマスコット。スタジアムメインのビーバーは動物ではなく、ペンシルベニア州知事のビーバーさんの名前から取りました。1960年の開場当時は4万6284人の収容でした。1972年には6万人に、1980年には8万人、2001年に10万人を超えました。フットボール以外では、2024年にカントリー歌手のルーク・コムズのコンサートで8万人以上の観衆が集まりました。2026年1月にはこのスタジアムで初めてアイスホッケーの試合が行われました。ペンステイトの男女アイスホッケーチームがそれぞれ試合を行い、男子の試合には7万5000人が集まり、これはカレッジ NCAA のホッケーゲームで歴代2位の観衆でした。映像はぐぐっと高く上がります。ペンステイトの2358エーカーの緑豊かな大学キャンパスです。
アメリカのスタジアムで最大収容人数のスタジアム。ミシガン州アナーバー、ミシガン大学、ミシガンウルヴァリンズのホーム、ミシガンスタジアムです。愛称のウルヴァリンですが、イタチの仲間のクズリのこと、超凶暴で狼をも襲う暴れっぷりの動物。ただ、ミシガン州ではクズリはほぼ絶滅状態。過去に10年で2004年に一体が確認されたのみとなっています。12回の全米王者を誇るウルヴァリンズのホームとして、1927年、昭和2年10月1日、7万2000人の収容で開場したのがミシガンスタジアム。写真は開場から3週間後の1927年10月22日、ミシガンとオハイオステイトの試合で撮影されたものです。8万4401人の観客で埋め尽くされたという記録が残っています。1956年に拡張で10万人の収容となったミシガンスタジアム。1975年11月以降、ウルヴァリンズの試合は300試合以上連続で10万人以上の観客を集めています。サッカーの試合でも、2018年のマンチェスターユナイテッド対チェルシーの親善試合など複数の試合で10万人以上の動員を記録。ミシガンステイトスパルタンズ対ミシガンウルヴァリンズのアイスホッケーの試合も10万人以上を動員。コンサートは1987年に子どもたちのための入場無料コンサートが開催。2025年に商業用ライブとしては初開催となったザック・ブライアンのライブはソールドアウトの11万2408人を集め、2026年現在、アメリカ国内の有料チケットコンサートでの最多動員記録となっています。スタジアム横の円形の建物はアリーナではなく駐車場だそうです。せっかくですのでミシガン大学のキャンパスを低空飛行してみます。緑あふれる綺麗なキャンパスですね。トム・ブレイディもこのキャンパスを歩いていたんですね。